僕の携帯の中ははいそれ一色になったんですよ。相手にアジャストしたような小技を用意して、結構とんでもねえスターになるぞみたいな、僕個人の軽い発表というか引き上げてくれる人だなって僕はすっごい嬉しかったです。Welcome to リンヤマンチャンネル。はい、今日はつい一昨日行われた UFC310 ディープとか言ってたのもあってメインしか見てないので、朝倉選手対パントージャの試合について振り返りをしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。リンヤさんどうでした？すごい盛り上がりでしたけどね。盛り上がったっすかね。僕の携帯の中はそれ一色になったんですよ。はいはいはい。ただそれって普段から格闘技見てるからおすすめとかにもそういうのしか上がってこないだけだって、日本でどれぐらい巻き込んだのかなって。いやでも私の携帯も結構朝倉海選手一色。それ見てるじゃないですか普段から。そうっすね、私ももう格闘家の端くれなんで。そういう携帯になってる人の中ではもう朝倉選手一色でしょ。そうですね、確かにすごかったんじゃないですか。そうですね。UNEXT とかファイトパスがどれぐらいの日本人を取り込めたのかっていうデータを知りたいですけど、仮に朝倉選手勝ってたらもっとなんかなってたのかなっていう、なんかまあ分かんないけど。そうですね、でもまあ盛り上がってはいましたね。いろんな人がすごい注目した。そうですね。率直な試合の感想から伺いたいんですけど、どうでしたか？パントージャが相手にアジャストして、いつもと同じスタイルをやりつつも相手にアジャストしたような小技を用意して距離を潰してっていう、なんかすごい一個上のレベルの戦い方をすごい見せてくれたのかなっていう気はしましたね。はい、パントージャがすごい強かったですね。強かったですね。相当正直 UFC のレベルって高いのかなっていうのを感じさせられましたね。結果的にそれを UFC は見せつけた。そうですね。だなっていう展開になりましたよね。朝倉海選手対パントージャの試合っていうのはその試合前から記者会見だったり計量だったりっていうのがあって朝倉選手の振る舞い方はどうでしたかね？あれは。なんで笑ってるの？これ聞いていいのかな？現地入りが結構早めで、なんかその様子とかも SNS で見たりしてましたけど、俺はですよ、人一倍ビビリだしっていうのもあって、めちゃくちゃシミュレーションして準備していくんですけど、それでもアメリカのナンバーでのあの試合ってすごいなんか雰囲気違くて、去年のベラ戦、雰囲気違うし違いました。今までの控室の感じから入ってとかなんかね、ちょっと違ったっすね。シンガポールのファイトナイトとは雰囲気に飲まれそうになる人もいっぱいいるし、今まで飲まれてきた人もいっぱいいる理由もすっごい分かった。なるほど。ここを自分のフィールドにするにはこの経験はしといてすげえ良かったと思ったんです。あんだけシミュレーションしてもこうなっちゃうんだからって思ってたんですけど、それに対して僕だって前回プレリムでそれですから、メインのタイトルマッチってなったらもっと雰囲気的に飲まれそうになってくるわけじゃないですか。なるほど。振る舞いをしてて本当大丈夫なのかなみたいな。これでその雰囲気のまま飲み込んだら結構とんでもねえスターになるぞみたいな思ってたけど、いやみたいな、今まで数々のレジェンドが飲まれてきたのにも理由があるし、僕はそれをちょっと体感した。多分同じ場に立たせてもらったんで分かったような気がしたんですけど、それをあの雰囲気、甲斐選手の雰囲気、だから本当はもっと真面目だと思う。戦いに対して、もっとこう真剣にいくと思うんですけど、ファイトウィークの楽しい感じと自分の疲労が抜けて体のコンディションがどんどん良くなってきて、追い込みが終わってスピードとキレがどんどん上がっていく感じで、こう舞い上がってるように自分はちょっと映ってた。試合前でこのまま入ったら相当やばい。てかパントージャ超落ち着いてるしみたいな。ね、すごかったですね。パントージャ選手は。で会見でこの引きつけられたじゃないですか。あの時とかもちょっとこれ落ち着いた方がいいっていうサインとして捉えた方がいいよなって僕は思ったんですけど、なるほど。ここからも集中して重心を落としてみたいな、もう生活にしていく。ゼロワイの前さんもよく言うんですけど、気とかももろもろ含め重心も含め上げるのは簡単なんですよ。パッて怒ればすぐ上がるし、人ってガーってなったら上がるじゃないですか。気もなるほど。
でも落ちるのにはやっぱ時間がめちゃくちゃかかるから、そういうもんだから、ちょっとその雰囲気はすごい心配だったんですね。フライでまたちょっと浮くし、どっちかっていうといつもよりも先立ってる方ぐらいの方がいいんじゃないかなって思ったけど、雰囲気もそうだし、UFC のスタッフももうずっと多分声かけてくるわけですよ。至るところで「Are you ready for getting title?」とか「Of course, of course」とか「Why not?」とか、ビリーもエリーも楽しい雰囲気でいるだろうし、そういう中で言ってるうちになんか重心上がっちゃったのかなって。リンヤさん、もともとその一番最初に朝倉海選手対パントージャの試合が決まった時にちょろっとおっしゃってたのが、段階を踏んだ方がいきなりタイトルマッチっていうのはいろんな選手おっしゃってますけど、全てが初めて、階級もそうだし、今話されたフライはね7年前ぐらいにやってた。まあそうか5ラウンドっていうのもあるし、ケージの大きさだって違うわけですよね。そうですね。とか質感だったり、だからリンヤさんはあの時1回ぐらいなんか挟んだ方がいいんじゃないのかなとかっていうような話されてましたけど、まさに慣れが必要だったのかなとも思いますよね。同じサイズのケージで練習してるから一緒でしょとか、フライでやったことあるしとかあるんですけど、あれってあの場に立たないと分かんないもんだと僕は思いました、正直。なるほどね。違うもんだぞっていう、あの場に入った時にすっごい崖の中で戦ってるような気持ちにもなるかもしれない、人によっては。あんだけカリッカリになるまで体重作って、で元気だったじゃない、すっごい体力が作り込んできたんだなって思ったんですよ。減量するにもやっぱ体力が必要なんで、やっぱあんだけの減量をしてあれぐらい体力が余ってるように振る舞えるだけでもすっごい量の練習してきたし、逆にそれが自信となりすぎてっていう。なるほど、確かにっていうことなのかな。でもまあすごいことなんですよ。初めてでフライであれぐらいのね、久々のフライでもあれぐらいのコンディションで作ったの。確かにやっぱ一発の攻撃の甲斐選手のキレっていうのはさすがだったし、それは多分パントージャが警戒してたようなものだったと思うんです。なるほど。あの警戒心の中での単発攻撃結構見切られちゃってましたね。なるほど、単発になっちゃってたかなっていう。打撃の強いストライカーの選手なわけじゃないですか、甲斐選手って。打撃の攻防においてもやっぱりちょっとパントージャ選手の方が上手だったってことはないですか？軸がパントージャの方が整ってたんで、なるほど、だから来たのに返すとかっていうリアクションの動きは絶対パントージャの方が良かったですよ。一発の殺傷能力っていう面で、その隙をつけるかっていう話だったと思うんですけど、できなかったっていう。パントージャあれ良かったですね、途中から足で足止めるやつ。やってましたね。あれで結構作戦的には金網背負った時に、パントージャがタックル入ってくるんで、そこに膝、だからロイバルが平選手にやったようなあれを狙ってたと思うんです。なるほど。一発目でもパントージャ陣営は多分気づいて、金網詰めたら一回ここでとかフェイントかけるとか。膝蹴り対策なんですね。そうですね、あれで止めてましたね、途中から。用意してきたものも含めて素晴らしかったです、チャンピオン。素晴らしかったです、本当に。人間としてもなんか素晴らしい方だなと思ったですね。家族が大事だって。そんだけの DV 受けて、なんだけって見てないから分かんないけど壮絶な環境で育って、今家族が大事だしか言わないから、いいメッセージ届けるチャンピオンですよね。日本人で彼を好きになった人も多いんじゃないですかね。そうでしょうね。ぜひね、パントージャの次の防衛戦とかも見てもらえたらね、どんどん広がっていくと思うんで。本当ですよね。確かに確かに。そういう感じで広がっていけば嬉しいですね。今後の甲斐選手の動向なんですけども、甲斐選手は次の日かなコメントしてましたけど、負けを素直に認めて必ずまた上に上がっていくということをおっしゃってるんですけど、リンヤさんは何かこう甲斐選手に期待することとかってありますか？今後の甲斐選手に。一回あのケージで嫌な印象ついちゃったと思うんで、それをまず払拭して、っていう意味ではちょっと落ちたランカーだとまだまだめちゃくちゃ強いんで、一回ランク外からやるぐらいでもいいかもしれないです。それでも強いから。強いですよね、皆さんね。私としてはリンヤマン VS 朝倉海もバンタムに上げてもらって見てみたい。見てみ、何その目、その目は
見てみたいですよね。まあ私のそれは勝手なあれなんで僕は僕のベストなアートを届けたいので、なるほどなるほそれができるのはバンタムだと思う。ど、わかりました。まあまた全然関係ない僕個人の軽い発表というか、何ですか？2ヶ月間アメリカントップチームに行ってたじゃない。言ってました。はい、帰ってきて、はい、高谷さんとか、はい、こっちの僕のコーチに話してアメリカントップチーム所属になりました。おお、それは何だろう、めでたいことですよね。どうなんですか？そうですね、はい、そうですよね、はい、一番の理由は、はい、京二さんに惚れたっていう。京二さんに惚れた、はい、おおなるほど。あの人の近くで格闘技を作れたらよりすごいいいものになると思ったし、環境もずば抜けていいし。京二さんは結構教えてくれたりもするんですか？前回実はもうアメリカントップチームいる時に、はい、なりたいですっていう旨は伝えさせてもらった時に、はい、もう京二さんからガンガン教えていただくことがそうなんですね、はい、できて、生活も含めてやっぱ違うなっていう考え方、練習以外も含めて一個というか、まあ引き上げてくれる人だなっていうふうにちょっと近くで背中も見せつつっていう。なるほど。で僕はすごい嬉しかったです。あ、そうなんですね、はい、そういう人、なかなかいなかったんで。動画から見受けられる感じだと京二さんも京二さんでリンヤマンを可愛がってるような感じがするので、休みの日も楽しく仲良しなんですよね。まあまあ大先輩ですけど。大先輩です。はい。良かったですね。はい、良かったです。わかりました。じゃあそういうことですね。この試合の前後すげえ言いにくかったけどここで発表させてもらいます。そうですね、はい、パントージャ選手が所属している ATT に所属することになる、もう所属だったんで、まあそういうことですね。だからもうあっちにいた時にもうすでに、まあ、そういう話にはなってたということですね。はい、分かりました。今後はその ATT 所属の中村凛也として戦っていくと。そうですね。向こうに行く比重とかも増えます。もちろん。なるほど。はい。アメリカントップチームからさらに次の次名っていうのは多分ないと思うんで。はい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 、はい。そこでしっかり格闘技を作っていくっていうことになっていくかなと思いますね。こんな感じですか。はい。ありがとうございます。はい。以上が先日行われた UFC310 パントージャ対朝倉海選手の試合の振り返り動画になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。前さんの視点からその朝倉海戦もちょっと聞いてみたいですけどどうだったんですか前さん、体とか彼はどうでした？まあそもそもフェイスオフでも決まってたし、あんだけ上げたらダメでしょ。